Hi everyone! 皆さん、こんにちは。ロサンゼルスからお送りしております。今日はですね、トイレについて話したいんですけれども、日本ですごいジェンダーレストイレが進んでて、その記事を読んだんですね、ヤフーのニュースで。で、それについて、アメリカでどんな感じかっていうのを説明したいんですけれども、意外かもしれないですが、私の動画って、始まった時は7割の人が女性で、今でも55%、半分以上女性の方が見てくださってるんですね。ありがとうございます。なので、女性にとって、結構これ重要な問題だと思うので、取り上げたいと思います。で、ジェンダーレストイレっていうのが進んでるっていう、ジェンダーレストイレって名前、日本だと思うんですけど、アメリカでジェンダーレストイレって言っても通じないので、まずトイレは、bathroom とか restroom って言って、で、ジェンダーレストイレのことを言うんだったら、all gender restroom とか、あとは、gender neutral っていう言い方をします。多目的トイレは、multi-user restroom とか、あと companion restroom って言い方して、コンパニオンは仲間みたいな感じなんですけど、その仲間と一緒に入るっていうか、車椅子の方とか同伴者がいる、トイレっていう意味になります。で、このヤフーの記事は、そう、東急歌舞伎町タワーの2階のトイレのことを話してたんですけど、私もこれ数ヶ月前に、日本のニュースで動画で見たんですね。で、それ見たときに、絶対行きたくないなと、すごい嫌だなっていう、嫌悪感を抱きました。これ見たときに。で、かわいそうだなって、こんなの行く人いるのかなと思ってたら、やっぱりその東急歌舞伎町タワーのトイレをジェンダーレスにして、もう女性のとかなくて、そこだけで共同みたいな、誰でも入れるトイレっていうのをやったら、3ヶ月余りで8月の初めにはもう廃止して、女性、男性で多目的っていうのに変えたっていうことが書いてあったんですね。で、渋谷区はすごくそのジェンダーレストイレ、公共のトイレをジェンダーレスにすることをやってるみたいで、17箇所現在あるらしいんですね。で、そのうちの5箇所が渋谷区の幡ヶ谷という場所にあって、で、もう女性のトイレがなくて、ジェンダーレス。で、やっぱり女性からすごい、嫌ですとか不安な声が上がったみたいで、渋谷区は防犯カメラを設置したり、警察と連携取ってるって言ってるんですけど、だからそのトイレに防犯カメラってちょっと思うんですけど、それよりも別にしてほしいって私は思うんですけど、皆さんどうですかね。で、じゃあアメリカはどうなってるかっていうと、私の住んでるカリフォルニア州っていうのはすごく、リベラルです。いろんなことが進んでて、アメリカの中でも一番進んでて、カリフォルニアで始まって、他の州も真似していくってことが多いんですね。で、例えば、大麻も合法だし、同性婚も合法だし、共同親権を掲げてる、推奨してる州でもあるんですね。で、私生活しててそんなに気にしてなかったんですけど、考え直してみると、どこでもまず必ず女性のトイレは必ずあります。で、例えばモールとか大きい商業施設とかそういうところに行っても、女性、男性、あとはその all gender とか、さっき言った gender neutral っていうのが個室でついてたりします。でもついてないところもまだまだ結構いっぱいあります。で、例えば、じゃあディズニーランド、カリフォルニアのアナハイムってところにディズニーランドがあるんですけど、ディズニーとかってどうなってるのかなと思って、ちょっと調べてみたら、なんか2022年11月の1月かな。だから、去年、ディズニーランドにお問い合わせしてた人がいたんですね。ジェンダーレストイレってあるんですかって、あるんだったら場所教えてもらえますかって言ったら、ディズニーランドからの回答が、ジェンダーレスとかそういう、ニュートラルなのはないんですけれども、そのさっき言ったコンパニオンレストルームっていう、同伴者と一緒に入れる大きめの、ところがあるので、そういうところをご利用くださいっていうお返事だったので、ディズニーもない。で、あと私、大谷選手の応援で、エンジェルススタジアム結構よく行くんですけど、エンジェルススタジアムどうだったかなっていうと、もう全然男性、女性で終わりでしたね。はい。なので、もしかしたらそのスタジアムでかいからどっかにはあるのかもしれないけど、基本的に結構何箇所のトイレに私行ってるけど、男性、女性って感じで分かれてます。なので、感覚的に私そんなに外出する方じゃないんですけど、でも、感覚的には、毎回必ずあるわけじゃなくて、見かける時もあれば、まだ見ない時もあるなっていう感覚ではあったんですけど、でもこれを調べてみると、カリフォルニアでは、今年の2月に、トイレに関する法案が提出されて、それは、カリフォルニアの中の、学校、キンダーから12年生なので、年長から、高3までの、すべての学校、
法律のことになると思うんですけど、に対して、このジェンダーニュートラルのトイレを設置すること。で、この法案が2月に出されて、これが可決されて法律になったら、2025年の1月1日までに、すべての学校はこれをやらなきゃいけないらしいんですね。で、これ知らなかったんですけど、この考えっていうのはもともと、今現在、子供が、自分の生まれた性じゃなくて、自分が認識する性のトイレに行っていいですよっていう、なんか、これはもともと2016年にオバマ大統領が全米の、学校に、そのように子供にさせてあげてくださいっていう指導を入れたみたいなんですね。で、それ学校が拒否したりやらなかった場合、あの、もらわれる、予算を、罰則として減らすみたいな指導を入れてたみたいなんですね。でも、これってやっぱり、例えば女の子が男の子のトイレ行ったり、男の子が女の子のトイレ行くっていうのは、いじめにもつながる可能性もあるし、なかなか行きづらいと思うので、多分この今、その元々の2016年から出てた指導に対しての強化で、カリフォルニアがそういう法案を今年出したと思うんですけど、まあ、そういう状況のようです。で、なんか日本って、なんかこういうなんか導入が遅いけど、でもなんか、導入いざしようってなった時に、すごいなんか極端なことやったり、なんか雑なんですよね、やり方で。で、これだって、その歌舞伎町のもそうなんだけど、だから何でも防げて、まずその、なんかその、じゃあジェンダーレス入れるって時に、女性人をちゃんとチームに入れてれば、多分私見ただけで嫌だなって思ったから、やっぱり自分のが欲しいっていうふうに言うと思うし、でもし、そういう女性もチームに入ってるのかっていうのもすごく不思議ですし、あとは、なんかその海外、で、もうやってる国があるんだから、そこの国のことを調べたりすればすぐにわかることなんで、なんで、多分調べもしないでやってみてダメだからっていう感じなんでしょうけど、でも例えばその渋谷区とかだったら、その防犯カメラやったり警察と連携でって言って、女性のを設けてないみたいですし、まあそれが他のどこだっけな、茨城とか大阪も、やっていくみたいなことが記事に書いてあったので、女性の意見も、もちろんジェンダーニュートラルを作るのはもちろん必要だと思うんですけど、女性の意見もみんなの意見をしっかり聞いて何がベストかっていう、あとまあ海外とかでうまくいってるところをしっかりもうすでに取り入れて問題なくっていうところを参考にして、まあ、真似する形にしないと自分たちで女性も入れなくて考えた上にこうやってなっちゃったら、今度女性が不安でとか逆に犯罪が起きたら困ると思うので、しっかりそれをやっていただきたいと思います。私の動画に使ったその情報源の記事はすべて概要欄に載せておきますので、もし興味がある方はもっと読んでみたいっていう人は参考にしていただければと思います。はい。それではですね、見てくださってありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye!